年が明けて2022年がやってきました。皆さん明けましておめでとうございます。昨年4月に開設した電吉クラブチャンネルですが、25本の動画を残すことができました。本年も鉄道模型歴45年の親父が皆さんの鉄分普及に役立つ動画を発信していこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。一富士二鷹三鉄道模型、昔から縁起が良いとされる初夢の主役です。お正月の縁起にかけて新年度は特急富士でスタートします。そして本日は富士牽引のラストを飾った直流のマンモス機関車 EF66 の物語もご紹介しましょう。 EF66 はこんなケースに入れてあります。この写真とても気に入っているんです。では開けてみましょう。電気機関車、ディーゼル機関車は昔のトミックスの紙製のブックケースに収納してあります。このようにスチレンボードを駆使すれば1箱に6両から7両は収納できるんです。 EF66 電気機関車は1968年に登場した貨物用の高出力電気機関車です。当時高速道路の建設も始まっていたので、トラック輸送に対抗するために国鉄には貨物列車のスピードアップが求められていました。最高速度100キロで走れるコンテナ列車、冷蔵列車を牽引するために開発されました。 EF65 なら2両必要なコンテナ特急を1両で牽引できるパワーを持って登場しました。出力は EF65 が 2550kW に対し EF66 は 3900kW という破格のパワーで当時京畿鉄道の世界最高記録でした。前にぐっと突き出した特徴的な前頭部、そして運転台が特急電車のように高くなったスタイルが斬新でした。僕たち当時の鉄道大好き少年の憧れの的でした。これがブルートレインを牽引せずにコンテナ特急、専用特急ばかり牽引する貨物列車専用機だったので、当時はなんでブルートレインを引いてくれないのかと悔しい思いで見つめていたものでした。ブルートレインはこっちの方がきっと似合うよ、みんな思ったと思います。まさかそれから23年経ってこの機関車がブルトレを牽引してくれる時代が来るなんて思ってもいませんでした。僕は昔から EF66 のスタイルに心酔していましたので EF66 何両か持っているんですが、この1両は我が家でも貨物列車牽引時代の姿としてひし形のパンタと少しきつめのウェザリングを施しています。こちらは加藤の700円貨車中心に集めた古希1万型、福沢諭吉1枚で20両ぐらい買えたんです。こちらは加藤のレサ1万型専用特急で飛び魚銀輪で活躍した貨車なんです。これらの貨物列車を専用に引くために準備した EF66 はヘッドマークは装着していません。加藤の場合、正面の銀色飾り帯で選択するように設定してありました。そんな EF66 が鉄道大好きおじさんの夢が叶ってブルトレの先頭に立ったのは1985年でした。それでこちらはブルトレのヘッドマークを取り付けられるようにした仕様の EF66 です。今回は寝台特急富士をご紹介しますので、富士のヘッドマークをつけた EF66 を撮影しています。このようにパンタグラフが下枠交差型の PS22 に変わりました。1985年当時、ブルトレを引き出した頃は
まだひし形の PS17 を装備していましたが、2、3年で下枠交差型に交換されていきました。これが我が家の EF66、全部で6両あるんです。全部加藤です。こちらが今回走る富士のヘッドマーク付きの EF66。隣が朝風、金曜日の24系25型を牽引します。金色3本帯の朝風です。桜とみずほです。桜は長崎佐世保行き、みずほは熊本長崎行きでした。途中分割併合があったので14系が使われました。そしてこちらへ来て24系25型のはやぶさ、以前の動画で紹介した列車です。ただしあの時は EF65-1100 番台を牽引機として紹介しました。こちらはロビーカーが追加された1985年以降の牽引機です。一番奥はパンタグラフが PS17 の特急貨物牽引機ですね。というわけで EF66 を6両取り揃えてあるんです。5両はパンタグラフが PS22 になっていますが、買った時は全部 PS17 装備でした。加藤はリニューアル直後は PS17 装備で発売したんです。EF66 が好きすぎて、その時に大半を買ってしまったんです。その後、ブルトレ牽引機 PS22 付きが発売されたんです。あと思ったのですが、そりゃ出ますよね。せいてはことをし損じる。昔の人はいいこと言いますね。いきなりですが、誕生日プレゼントのお話です。誕生日に何かプレゼントをもらえるなら、そりゃ鉄道模型ですよね。でも毎年毎年だと、さすがのかみさんも、今年も模型なのとなるわけです。そこで考えたのがこれ。過去の誕生日プレゼント表示なんです。何歳の時のプレゼントはこれもらいましたみたいな。お正月に友達が集まった時にそれを自慢すると、いい奥さんで羨ましいなぁ。かみさんがいる時にやるんです。僕の誕生日はお正月明けるとすぐなので、かみさんは今年は何の車両がいいのとなるんです。そうやって悪知恵をどんどん働かせて、毎年鉄道模型を買ってもらうんですよ。特別急行富士は1929年昭和5年に当時の鉄道省が公募により初めて列車に愛称をつけた日本で初めてのネームドトレインなんです。このようなダブルルーフの客車列車だったんでしょうね。富士という愛称は客車から151系電車へ、151系電車から九州寝台特急へと転身しながら広く日本国民に愛されました。今日は僕にとって最も思い出深い日豊本線経由で西鹿児島まで走っていた頃を訪ねてみましょう。僕のコレクションのブルートレイン関係はこの辺に置いてあります。まずこの辺から20系が並んでいるんです。我が家では探しやすさも追求しているので、ここら辺には時代や行き先ごとのブルートレインとしています。そうなるとみんな似たような写真になるので、こうやって列車名も小さくシールで貼ってあるんですよ。では本日の主役24系25型富士を取り出します。実はうちの富士は正しい編成ではない架空の編成なんです。正しい編成だとはやぶさがありまして、全く同じ編成になってしまうので、 B 寝台個室ソロを増やした憧れの富士という設定になっています。ソロは人気でなかなか乗れなかったんで、その反動ということなんですね。お許しください。では富士の箱を開けてみましょう。まずは基本の12両編成が入っています。こんな感じです。
先ほどもお話しした憧れの富士なので、すでにソロが2両、ここに目立っていますね。実は加藤から富士が出た時に基本編成しか変えず、後からフル編成揃わなくなってしまったんです。そしたら今度ははやぶさが発売されたので、そちらをフル編成買ってしまいました。そんなこんなでオロネが2両、ソロが4両入った妄想の富士が誕生したという次第です。まあそのあたりは趣味の世界のことなので、多めに見ていただけると助かります。1富士2鷹3鉄道模型、初夢に出てきたと思って我慢してお付き合いください。それではブルトレブームの頃の寝台特急富士の運転時刻を時刻表で追いかけていきますね。特急富士西鹿児島行きは東京駅の13番線ホームから18時ちょうどに出発しました。次の停車駅は横浜です。18時27分、横浜駅を霧島神宮までの切符と崎陽軒のシウマイ弁当を持った伝吉青年を乗せて出発しました。次の停車駅は熱海で19時30分。熱海を出ると静岡には止まらずに浜松に21時25分、そして名古屋に22時49分に着きました。名古屋を22時54分に出ると、寝台特急富士は深夜運転区間に入るので、明朝までは無停車扱いです。京都も大阪も客扱いをしない通過扱いで、一路九州に向かって深夜の近畿地方を駆け抜けます。神戸も、そして岡山も通過したんです。翌朝どこから止まるかは次の掲載ページになります。とても見にくいのですが、7列車富士はここにいます。岡山を通過で入ってきて、福山に4時26分に停車します。福山の次は広島に5時57分の到着で6時1分の発車です。広島を出ると次の停車駅は山口県の柳井で7時2分。そして甲府に7時55分。現在新山口になった小郡には止まらずに、次は宇部で8時30分。会社に入ってからは宇部、小野田、朝が第2のホームグラウンドになりました。今日はその話はスルーして霧島神宮に向かいます。特急富士は下関に9時9分に到着しました。直流電化区間は下関までなので、ここで9時13分に発車する4分間に機関車交換を行いました。直流の EF66 から高直流の EF81-300 番台に交換です。門司駅の直前で直流から高流電化区間に変わるためです。高直流の EF81-300 番台は海底トンネル対応のため塩害対策を施したステンレスボディの美しい機関車でした。特急富士はいよいよ九州に入りました。門司駅9時21分着。この駅でも機関車交換がありました。門司駅では9時26分発車まで5分間で機関車交換を行いました。模型でご案内いたしましょう。門司駅で九州高流電化区間のエース ED76 に交換です。ブルートレインと赤い電気機関車も実によく似合いました。門司を出ると次の停車駅は小倉9時33分です。小倉を出るとその次の停車駅は現在ならすべての特急が止まる行橋を通過して中津でした。中津10時22分。中津の次も約1時間かっ飛んで別府に11時27分。そして大分でした。大分では11時42分着、11時50分発までの8分間で後ろ寄りの7両切り離しと、ここから先の
非電化区間用の DF50 ディーゼル機関車へと機関車交換を行いました。また模型でご紹介いたしましょう。大分以南は非電化区間に入るので ED76 電気機関車から DF50 ディーゼル機関車にスイッチしました。DF50 ディーゼル機関車はディーゼル発電機で起こした電気でモーターを回して走る電気式ディーゼル機関車です。主に九州、四国、紀伊半島や電化前の中央本線で活躍しました。時刻表に戻りましょう。電源車を入れた8両編成と身軽な編成になって大分を出ますと、次は佐伯13時ちょうどです。佐伯の次は延岡で14時16分。延岡の次は日向市で14時40分。日向市を出ると宮崎に15時41分に到着しました。最終掲載ページにやってきました。特急富士はここにいます。宮崎を15時49分の発車です。だんだん僕の目的地霧島神宮駅に近づいてきました。次の停車駅は都城で16時51分。次が霧島神宮17時32分。僕はここで降りますが、富士は隼人17時48分。鹿児島18時18分。終点の西鹿児島には18時24分に到着です。前日の18時に東京を出てから一昼夜、なんと24時間24分の走行時間を誇る寝台特急の旅でした。英検新たかなる霧島神宮、色鮮やかな社殿と奥深い自然が共存するパワースポットでした。火を吹く桜島と錦江湾、鹿児島の旅でした。EF66 の寝台特急富士堂々の15両編成です。なぜか九州の車両たちの休む車庫をかすめていきます。500系新幹線との共演、山陽本線の朝駅でしょうか。それにしても EF66 と24系25型の15連、かっこよくて最高です。ロビーカーや食堂車が目立ちますね。柳井付近でしょうか。朝がちらちらと明けてきた瀬戸内海を走行するシーンはこんなでしょうか。下関で機関車を EF81-300 番台に交換した富士です。関門海底トンネルを抜けて九州を走る EF81-300 番台牽引の寝台特急富士、堂々15連の有志ですね。妄想の果ての憧れの富士編成です。4両のソロ、2両のシングルデラックス、食堂車、ロビーカーが確認できます。この後発売されたはやぶさでは食堂車の白帯も銀テープ姿に変わっていました。九州に入って牽引機も交流の ED76 に変わりました。日豊本線は当時電化が完了していたのは大分までですが、真っ赤な電気機関車 ED76 が力強く牽引しました。大分で再び機関車を交換して、ここから先非電化になる日豊本線をオレンジ色の車体の DF50 電気式ディーゼル機関車が牽引しました。大分で後ろの5両を切り離したので、特急富士は電源車を入れて
10両編成の身軽な編成になりました。実際には大分で7両切り離してしまいます。鹿児島まで行くのは電源車を入れて8両編成。まだ6時間以上も走るのに食堂車がなかったんですよ。日向灘を右手に見て宮崎、鹿児島を目指す特急富士。身軽な編成になっても堂々としていますね。いよいよ日も暮れて特急富士は終点の西鹿児島に到着です。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、評価などいただけると動画作りの励みになります。よろしくお願いいたします。またコメント欄での皆様のご意見、ご感想などをいただけましたら、同じ趣味の仲間の声としてとても嬉しいです。またお目にかかりましょう。